今回私が担当してたプロジェクトは弊社の海外の SAP 基幹システムになります。これは営業から会計データまで全てを管理するコアシステムになってまして、で今弊社の海外グループ約50拠点で使っているシステムになります。で今回プロジェクト前は ECC6.0 の環境を使っていて、でこれを S4HANA にマイグレーションするという今回のプロジェクトになります。プロジェクトするにあたっては3つのコンセプトで私たちはやってまして、まず1つは全てをデジタル化するデジタライゼーション、拡張性を持って、要は今だけではなくて向こう数年十数年を見据えて時代にフィットしていくビジネスイノベーションに対応していく拡張性を持つところでエクスパンダビリティを置いてます。で最後にこれは ERP であって安定したものではないといけないのでステイビリティと、この3つを今回コンセプトにおいてプロジェクトをしてます。どんないいものです、どんなそのまま使えますで、どうせ手を入れないといけないという中で私たちが感じたのはソレックスであるという強みはまず一つ感じました。これは何かというと SAP さんと共同で開発されているので、今回私たちスタンダードの方向に行きましょうって考えた時にそこの親和性が大きいだろうなと。 SAP 側の開発側とは当然シニティ側も開発されるでしょうというところ、ここが一つ大きなポイントだったかなと思います。伊藤忠テクノソリューションズ株式会社瀬戸雄大と申します。所属部署は商社システム開発部で、私どもの部署としましては伊藤忠商事さんのシステムの開発や保守運用をメインとして、担当している部署となります。で今回の案件に関しましては私は、プロジェクトリーダーという立場で、要件定義や、データ移行等を担当しておりました。紹介は受けたんですけれども、実際にいろいろ何でもできるという話は聞いてたんですけど、本当にどんなことができるのかというのは触ってみないとわからないというところが不安だったんですけれども、それらにつきましては、実際にシニティのコンサルタントの方々からトレーニングを受けたりであるとか、その後の開発通じて自分たちで機能をどんどん調べていったり使っていった中で、徐々に解消してきたかなというようなところになります。まず第一にこのプロジェクトでシニティを使うと、移行ツールとして使いますと決めて、で実際にプロジェクトを進めて最終的にオンスケジュールで導入しました。で本番以降も土日含める4日間で導入を無事に完了したところが何よりも一番の成果かなというふうに思っています。達成できました。最終的にはモディフィケーション、標準に手を入れるモディフィケーションというのが実は3000オブジェクトぐらいあったんですけど、これはもうゼロになっていて、でアドオンは約 90% 削減、残 10% のみになっています。そうですね、やはり単純にツールの使い方だけでなくてですね、そのデータ移行のプロセスをどうして進めていくかであるとかですね、データの分析どうするかというところも含めて、新しいことをどんどん学んでいってスキルつけていったような形になります。実はシニティの機能としては、いろいろな場所にサイロ化されてあるデータを構造化していきますという機能もあって、当然私たちも SAP をコアシステムに持っている、プラスサブシステムとしていろいろなシステムを持ってます。でこれらを最終的には一つのところに構造化して一つのところに集めて、でこれをデータ分析、データ活用していくというところを目標にしていきたいというふうに思っていて、シニティというソリューションはここでも活用できるのではないかというふうに考えています。